はい、皆さんこんにちは。寺岡久人です。今回はですね、徳島県にお邪魔しております。でね、釣りをするフィールドとしては鳴門海峡にやってきました。まあね、めちゃくちゃ流れが速いエリアで、有名なんですけども、僕自身ね、来島海峡っていうところで、それこそね、もう10年以上流れに依存した釣りをしてきました。でそこでね、培ってきたものをこの鳴門海峡でドーンとアウトプットして、皆様にね、この紅葉できる魚をお見せできるように今回は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よし、ちょっと行ってみますか。流れがね、まだちょっと弱そうだけどね、多分ここから強くなっていく方向やと思うんやけど、シーズン的にはさよりがおったらええなって感じやけどね。夏の鉛筆さよりの名残的な、ちょっと大きくなったみたいなね。風がそこそこあるけど、やってみようか。季節的にはね、僕のホームでは鉛筆さよりが入ってるような季節なんですよ。でここもね、同じ海峡エリアっていうことでそんなにね違いはないだろうと思うんやけどね。で時刻的にはね、今夜の10時頃かな、夕間詰めにぐわーっとさよりが差してきて溜まりきったタイミング。本当はね、夕間詰めから日没直後の一番ねぐわーっと活性が上がるタイミングにやりたいやけど、初日なんで、それは2日目以降でねやっていくって感じで、一旦は溜まってると見立ててここでやってみようかな。分かんないけどね。でもね、だいたいこういうそこそこ流れが走る水道筋の湾道の中とかね、ワンチャンスあるとこではあるよね。ここにね、なんか柿瀬があるんですよ。干潮の時にねちょっと見に来たんやけど、柿瀬があって、でブレークになっとって、で着くならこの柿瀬の際とかで明暗あたりをね、この3か所ぐらいかなと思うけどね。早速やっていきたいと思います。ただめちゃくちゃ浅いはずやけん、引っかからんようにだけせないかんね。浅いね、これは浅いな。いや、ほら早速やっぱおるじゃん。ほらこれ。でもね、しまなみの鉛筆さよりもはるかにちっちゃい。ちょっとシーズン的に遅いんやね。このサイズ感のさよりが夏はよくたまる。目立ては悪くないね、ポイントのね。でそのエッジのとこに今溜まっとったね。でも多分ね、鉛筆さよりは全体的におると思う。ここおるんやったら。さあワクワクするね。早速ベイトいたよ。でね、今がね台風あと1週間ぐらいの状況。ちょっと不安ではあったんやけどね、ベイトどんな状況なんかしっかりいましたね。よかった。まだ完全ベイト皆無より降りすぎるぐらいの方がまだマシなんでね。ただね、これすごいわ。めっちゃルアーに当たるけど相当さよりおると思うわ。でこっからじゃあ鈴木がついとるかどうかっていうとこと、あとついてたらもう圧倒的に絶対さよりの母数の方が多いんで、どうやってルアーを選ばしていくかって感じやね。さよりが逃げるような雰囲気は見えるね。今そこでもちょっとざわついたんやけど、
また引っかかったわ。でこういうサヨリってね、脱がついたりナルトビエって言って、黒い大きな A がついたりするんですよ。やけんサヨリがおってなんか逃げよるけんって必ずしもスズキがついとるわけじゃないんよね。ただただサヨリの下でスズキがうろちょろしよるっていうか、なんか空モーションしよるだけなんかもしれんし、ちょっとどんな状況なんやろね今と。ちょっと続けます。トゥイッチ入れて、おおおお、なんかから逃げよるよ。相当ベートおるね。さあこっからどうルアーを選ばすか。仮にスズキがついとんやったら。よし、ちょっとね使ってみました。でこっから手前のかき背はかわせそうなんで、不思議と暗いとこでしかね逃げてないよね。しまなみだったらね、明るいとこで止めて食わす的なアプローチができる状況やと思うんやけど、次ねアウトスターにして飛距離出してみます。でもうちょい上をもうちょいゆっくりみたいなアプローチでいきますね。飛距離出して125よりもさらに向こうでさらにゆっくりみたいな。軽くでねめちゃ飛ぶんで、あとはゆっくり流し込んでみます。何から逃げよる。俺の目の前でも逃げよる。うお、鈴木、マジで真横やけどクソ浅いよここ。こっちなのやけどね、これも普通にアウトスター通すだけでねサヨリが引っかかるんよね。ってことはジャークで散らすか。多分ね今僕のね目の前に水面から20センチ下ぐらいまで飛び出とる霜りが1個だけあるんですよ。多分この影に隠れとったんやね。まあでも一旦こっち打つわ。まだよし、まあいいや。とりあえず次のポイントもあるんで、一旦ここは見切りつけて移動してみたいと思います。まあ明日来るかどうかちょっと分からんけどな、微妙やな。まあ一旦ちょっとね移動して、違う情報を集めてみたいと思います。今ちょっと G ソに向かってたんですよ、ファーストポイントから移動中に。たらちょっとねボイルっぽいものが見えて、でこの漁港っていうのかな、ほんと超小場所なんですけど魚がいたんですよ、スズキっぽい魚がね。でちょっと狙ってみようかなと思います。スーパー小場所だけどね、で流れがないんでどうするかな。でもサヨリだと思うんよね、クイヨンは。もうここへルアーセットしていこうか。ちゃんとメヤンの感じ確認しとくんやったな。このこっちはないんやな。こっちから行こうか。ちょっと一旦こっから見てみますね。めっちゃ猫がついてきてる。
こはね明暗ない、そこに明暗がけどいきなりあの角に立つとね多分ねそこにおるんですよ。そこに今日は触ってないよ。マジか。でかい。これ角立っとったらでも食ってないよね。ピックアップすんせんやな。うわマジか、一回出たら出るかな。マジかよ。多分ね今明暗におったやつが手前で出てまたその辺戻るようやな。ちょっとね通すコース変えますわ。こうかなこうかな。やばかったよ。ポコーンって出た、ポコーンって。マジかよ。おらんわ。残念。一発出て消えたね。おらんよね。悔しい。まあ仕方ないね。ちょっと G ソの方また行きたいと思います。はい、朝間詰め G ソエリアにやってきました。結構ね駐車位置から歩ってきたんだけど、現状見た感じ日が昇ってきてめちゃくちゃね綺麗な空してる状況で、今ね目の前これ、多分ねグッズら相当いっぱいベイトいます。でこっからワンチャンス GI あるかもなっていう感じですね。分かんないけどね。で一旦地形の把握したいけど、あそこすごいな。ほらほら、なんだもう辺り一面ベイトですね。多分ねすごいよこれ。フィッシュ板もねこんだけベイトがおったらおると思うけどね、今さよりを追ってるっぽく見えるのがエイじゃないことを祈る感じかな。どっから行くか。この真正面、とりあえずこの真正面やってみようかな。でルアーはブローウィンの 165F これでいきます。地形が見えないけどね、手前は浅そうだね。一旦真正面入れてみます。ほら大きいベイトが逃げよるね。おおなんか飛んだぞ。とりあえず巻き海藻か、びっくりした。いや違う。うわこれやばいやつか、もしかして。なんだこれ。うわこいつがやっぱおるんやね。ナルトビ、やっぱナルトビが多いんやね。今ね手前浅いんだね。切られた。
浅いよな。ちょっとアウトスターでいきます、一旦ね。トップウォーターもいいと思うけど、一旦アウトスターで。あそこにおるよ、なんか。あれあれ、逃げる逃げる。まあ実はね、ほぼほぼ寝てないんだけどねやっぱりね、なんだろうね、ホームのロケとはね、全く違うね、感覚的にはね。まあいい経験ですよ。なんだかんだでずっと頭ぐる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 考えてて、まあ不安がないって言ったらね、嘘だけどね。まあでも楽しむこと第一で、実際に皆様にいい絵見せたいんで頑張りますよ。ギャップっすか。まあめちゃくちゃありますね。っていうのも、まあ僕は来島海峡で釣りしてて、で鳴門海峡も、同じ海峡エリアっていうことで、そのまま自分の今まで培ってきた経験則とかノウハウがバッと現場でね、この鳴門海峡でアウトプットできると思っとったんやけど、思ったより違う。来島海峡と、いろんな意味で地形的なこともほやし、一番違うんは流速とタイドグラフ、看板さよねが、しまなみ方面は、来島海峡エリアは比較的リンクする。干潮と潮止まり、満潮と潮止まり、前後1時間ぐらいでだいたい合わさってくるんやけど、こっちは2時間、下手したら3時間ずれとる印象で、干潮やけんってしまなみみたいに来島みたいに潮止まりじゃなくて、実はその干潮でガンガンマックス流れよるみたいなっていうところと、でちょっと移動したら車で15分20分移動するだけやのに、その距離でそのポイントの看板差がさらに違うっていう、すごく読みづらい、これはかなり難しいなっていう印象はあります。で、ベイトに関してはシーズン的なもんも、鉛筆さよりがおるやろうなと、シーズンがずれとっても、その名残でもうちょっと大きなさよりがいるやろうなっていうその見立てはドンピシャとったし、でさよりがおるべき場所っていうのも分かるんやけど、魚影の濃い薄い言うたらまたね、海の中見たわけやないけん分からんけど、で来島海峡もスズキの母数が多いかって言ったらそうやないんやけど、今、この1日2日来てスズキの影がすごく少ない。僕が見つけれてないんかどうなんか分からんけど、でこの海域って風とうねりですごく潮価に差が出るらしくて、しまなみは来島海峡エリアは逆に風うねりが入ったらスズキって釣れにくいんですけど、こっちは逆らしいです。で今これは言い訳にするわけないよ、言い訳にするわけはないけど、ドピー感ベタなぎで、カメラマンさんも今現状のこのシーズン的なことをね、鳴門海峡の釣り具屋さんでちょっと情報を探してくれたみたいなんやけど、釣れてないという感じで、腹は決めてますけどかなり苦戦すると思ってます。で未だ手探りではある。昨日ボッコーンってなったポイントにまた帰ってきました。でちょっとねタイミングが違うんですよ。で干潮道始めぐらいかな。で昨日よりもボッコーン出た時よりもだいぶ潮位がね低いんで、イコール足場が高いってことなんで 125F で出たんやけど、今回は 140S でサイズ感そんなシビアじゃないと思うし、もう出るならこれで出るでしょうっていう感じで、はい、ブローイン 140S ちょっとやってみよう。ここやけんな。でこのね
スロープの下は空洞になってましたわ。その下にもつく可能性はある。で昨日はこっちからこう引いたんやけど、今日はこう引く。で影を落とさんように。でかいけど、スロープの下からスーって出てきただけ。角度かな、スピード。でもね、こうじゃあね、早めに引けんのよな。あの線は諦めよう。これずっとやるよ。ここおる、これ2匹。この下から出てきる。難しいね。こういう流れがなくて、明暗で浅くて、でルアーの後ろを20センチぐらいずっとついてくるパターンってどうしたらいいですか？皆様に逆に聞きたい。昨日は 125F スーッと引いてきてピックアップ寸前でボコーンって出たんやけど、今日はこんぐらい距離がでスーッてついてくる。でジャーキングしても見向きもするわけでもなく、組本も入れてナレージも入れて、ナレージは1回チェイスがあったんやけど、やっぱりこんぐらい距離があって、難しいね。もしかしたらまた潮位が変わったタイミングで入るかもしれんけど、今はね一旦これ以上やっても仕方ないんで、またちょっと違うとこ行っていい場所探したいなと思います。はい、今からね、ちょっと深夜の釣りに行きます。で、前日のね、夕間詰めに G スエリア入ってたんですけども、あまりにもね、思ったよりも流れが効かないし、で、ベイトの気配も、これからっていうタイミングでね、見えなくなったんですよ。で、これからね、このちょっと潮流情報をもとに、一番流れが走るポイント、ここね、黄色のとこが今すっげえ流れてるよっていう。で水色とかは徐々に弱くなってって最後紫みたいな感じなんやけど、この一番流れが走る場所に今からエントリーしてみようかなと思ってます。でただただ超激流だと多分釣りにならないんですよ、この感じだとね。っていうのもなんでじゃあイメージでわかるかって言ったら、ホームでもこういう潮流情報ってあって、あまりにもね、ど本流強すぎる中アプローチするの難しいんだけど、こんな感じでね、緑の部分にこのGoogle マップで見たらね、背があるんですよ。でそこに流れが当たって、程よく緩んでて、なおかつシャローエリアで地形もあってみたいなね、いろいろとね、複合的に良さそうな条件が揃ってるんで、今からここに行ってちょっとね一匹探し求めてみたいなと思います。多分いると思うけどね、だってここだけこんなに流れてんだから。またね結構歩いててか山を降りてみたいな感じでね歩いてきたんですけども、ここはねめちゃくちゃ流れが走るポイントで、タイミング的にはそこまで走ってない緩い状態で地形釣っていけるかなっていうつもりで来たんですけど、ガンガン流れてます。ね、根がかりが怖いんで、まずはアウトスターで流し込んでいこうかなと思ってます。アップ気味に入れてゆっくり流せそうならそのまま行くんやけど、あまりにも速すぎたらスネコンとか、その状況に合わせてルアーチェンジしていきます。早速やっていきたいと思います。
ったより右に流れてこんぞ。ちょっと待って、ちょっと潮流計見ますわ。いや右に流れとんよね。まあそうよ、あそこは確実に右向いて流れとんやけど、ここは左向いていくんよね。かといってこう当てとる雰囲気もない。もっと飛ばしたら右なんか、手前だけ。そんなことないと思うけどな。はい、ちょっとね立ち位置調整してきました。かなりね流れが複雑で、上上と底上の流れが違うような雰囲気も受けます。っていうのも地形的変化にぶち当たった潮がそこでも高低差があるんですよ。で下向いて流れないかんないけど、流れきらん分はこう反転して上っ面だけ逆流的な、こう巻いてる感じだから、本来右に行くはずの流れがこのアウトスターでは上っ面左向いていきよるような感覚なんかもしれんってなると、よりここちょっと難しいんですけどね、地形変化にタイトについて左に向いていく方が続きに近づけるような気がするんで、今微調整してきました。でここからまた引き続きアウトスターでいきたいと思います。で風は右から左、目が覚めるほどの流れだね。すごいわね。もうめっちゃ左行ってるでしょ。僕体でルアー多いよんやけど、もうこっち行ってる。食ったよ食ったよ、取った。よっしゃー、タイミングドンピシャじゃんか。マジかマジか。よっしゃー、よっしゃー、しかもタイ。よっしゃー、ちょっと見て、綺麗なタイ。ここに来てね、また大好きなタイにね出会えるとは。最高やね。いろんなね仲間からのフォローもあったし、カメラマンさんもねずっとついてきてくれて、めっちゃ苦労したけどね、最終的には1から10まで最高の1匹やった。アウトスター5番フックやけどよう耐えてくれたよ。サイズよ。でしまなみとね同じぐらい綺麗で、この流れの中でしっかり生きとる同じ海峡のマダイ。散々しまなみで釣ってきたけど、やっぱりこういうアウェーのね1匹ってたまらんね。嬉しい。
年取ったらいかんね。よし、持つよ。よっしゃ。ほら。おー、かっこいいね。ヒレピン。激流マダイ。ありがとうね。マジで本当に感謝やわ。こっちやな。もうそのまま行くけんね。ほら。よし。あら。挟まった。やばいやばい。あららら。痛い。痛い痛い。白骨か。うん。いや。なんやろね、最高やね。なんか頑張ってよかった。本当にすごい機会もろた、チャレンジね。アウェイ自分で歩って、カメラマン説をねで見立てて入ったタイミングすぐやったね。ちょっと余韻に浸ろうかな。で小休止したらもう一回再開しようかなと思います。はい、引き続きねやっていこうかなと思います嬉しいねニヤニヤしてしまう。これねアウトスターやっぱね歯型がついとったね。どこだこれね、しっかりかじった後でフラントフックがっつりかじっとったんやけど、もうスプリットリングの中に食い込んでしまってね、もしかしたらねじれたりね伸びる寸前だったかもわかんない。いやー、この激流の中なんで強かった魚は。しかもシャロー、もうここのね足元でも分かると思うけどめっちゃ浅いんで、運も味方してくれたかなっていうような感じだね。よし、引き続きやっていこう。まだね出ると思うけどね。浅いな、めっちゃ浅いんだ。ちょっと待って、浅すぎる。あそこやないんか。浅すぎるってでもだいぶ飛ばしとんけどな。いや浅いんやね。ってことは多分ね結構こう切り立ったような地形になってると思うんですよ。切り立つっつってもその深いとこどん深じゃないんやけど、全部もうこういうハードボトムなんで、そのエッジの奥側で切ったんやろね。ちょっと飛距離選ぶ必要はありそうだね。これ2のもありやね。食ったよ、溜まっとるよ。食ったな。分かったわ、月場が。よっしゃー、地形が深いんでそんなにね大きいサイズじゃないと思うけど。よし、またタイだ。すごいね、ここ縁があるわ。よっしゃー、しかも超いい食い方しとんじゃない。ほらばっくりだ、ばっくりだ、すげえ。後ろからがっぽり
これって多分ねさよりパターンの食い方だね。後ろからいい感じだね。これはバレないね。しかも長さの割にマッチョな体型で、いやー最高だ。しっかり溜まってるね。まだいけるのかな、もしかしたら。でもやっぱこういう海峡エリアマダイがね多いんかな。すごいね、めちゃくちゃ豊かだわ。やる気やね。この幅もなんかねいい感じだね。ありがとうね。いつきっぽい答えだね。風格があって。よし帰れる。もうこいつのタイミングで行くよ。よっしゃ。ああ、はい、お疲れさんでした。この徳島の旅やりきりました。やりきったのはやりきった、結果としてね、大好きな魚に触れることができてすごくね高揚したし良かったなと思う反面、本命の鈴木に関しては触ることができなくて、後悔っていうわけではないけど、今後のそうだな、ここに来る理由ができたなと思います。とにかくいろいろ行って、で感情の起伏もたくさんありの、めちゃくちゃ忙しい慌ただしい、いろいろ本当ね波乱万丈な旅でしたが、楽しかったです。またこの地に来たいなと思います。徳島お邪魔しました。じゃあね、バイバイ。